努力不足が続かない本当の原因ではありません。頑張りが足りないと思って落ち込んでいました。やる気を出そうとしても3日で止まってしまいます。多くの人が同じ思いで立ち止まります。続かないのは仕組みを知らないからです。仕事や勉強を始めても波があります。最初はやる気が高いのに急に冷めます。計画を立てても守れず焦ってしまいます。その揺れを前提に考える視点が必要です。多くの人がここで時間を失っています。この本を読むとあなたの習慣が変わります。習慣が変わるなら今の自分も変われそうです。特別な才能がなくても大丈夫でしょうか。才能よりも続け方の理解が鍵になります。井上博之さんの自己啓発書です。テーマは無理なく続ける方法です。意志が弱い自分でもできるか気になります。忙しい毎日でも実践できるでしょうか。日常の中で回せる工夫が示されます。続ける仕組みを具体的に学べます。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。3つなら頭の中で整理できそうです。どこから変えればいいのか知りたいです。順番に知ることで迷いが減ります。まずは継続の正体から一緒に見ていきましょう。この本は継続の正体を解き明かします。正体と聞くと少し難しそうに感じます。根性論ではないなら安心できます。難しい理論ではなく仕組みの話です。続く人と止まる人の違いを示します。著者は一流の人の共通点を探りました。才能の差だと言われると落ち込みます。特別な環境がある人だけの話でしょうか。環境よりも考え方の差に注目します。再現できる方法に絞って説明します。構成は段階ごとに整理されています。順番に読めるなら理解できそうです。途中で挫折しない作りでしょうか。小さな単位で読み進められます。一つずつ積み上げる設計です。テーマは無理なく続く仕組み作りです。無理をしないなら長く続きそうです。これまで気合で乗り切ってきました。ここを勘違いするとどれだけ頑張っても変わりません。大事なのは気合よりも設計です。例えば目標の立て方も見直します。目標は大きい方が良いと思っていました。高い目標を掲げて疲れてしまいます。達成しやすい形に整えます。小さく具体的に設定します。行動を習慣に変える工夫も紹介します。習慣になる前に止まるのが悩みです。三日坊主を繰り返して自信を失いました。止まる理由を先に理解します。失敗を前提に組み立てます。この本を読むことで続く仕組みがわかるようになります。仕組みがわかれば不安が減りそうです。自分にも再挑戦できる気がします。理解は安心につながります。継続は才能ではないと実感できます。一つ目のポイントは目標の立て方です。やる気が出るように大きな目標を立てています。高い目標の方が成長できる気がします。実はそこに落とし穴があります。目標は小さく具体的にします。例えば毎日2時間勉強ではなく、2時間と決めると重く感じます。仕事が長引くと無理だと思ってしまいます。負担が大きいと止まりやすくなります。毎日5分だけに変えます。ここを勘違いするとどれだけ頑張っても変わりません。大きく掲げて安心していたかもしれません。達成できないたびに自信をなくしました。達成体験が続く形が大切です。成功を積み重ねる設計にします。具体的とは数字や時間を決めることです。なんとなく頑張るでは足りないのですね。曖昧な目標ばかりでした。曖昧さは迷いを生みます。行動がすぐ思い浮かぶ形にします。小さな目標は心の抵抗を減らします。それなら今日から始められそうです。完璧にやろうとして疲れていました。小ささが継続を守ります。続けるためにあえて小さくします。できたという感覚が自信になります。達成できると前向きになれます。少しでも進めば安心できます。自信は行動から生まれます。小さな成功を毎日積みます。この考え方が継続の土台になります。土台があると揺れにくそうです。今まで土台を作らずに走っていました。順番を整えることが重要です。まずは小さく始めることが第一歩です。2つ目のポイントは環境づくりです。環境まで考えたことはありません。やる気さえあれば十分だと思っていました。実はやる気は波があります。先に環境を整えることが大切です。例えば勉強するなら机を片付けます。散らかったままだと集中できません。
スマホが近くにあると触ってしまいます。誘惑を遠ざける工夫が必要です。物理的に距離を置きます。ここを軽く見ると継続は不安定になります。気合だけで乗り切ろうとしていました。失敗すると自分を責めてしまいます。責める前に仕組みを見直します。環境は意思を助けます。時間の置き方も環境の一つです。空いた時間にやろうとしていました。結局後回しにしてしまいます。先に時間を決めると迷いが減ります。毎日同じ時間に固定します。周囲に宣言する方法もあります。人に言うのは少し勇気がいります。言ったのにできないと怖いです。適度な緊張が支えになります。応援してくれる人を選びます。道具をあらかじめ準備します。始める前の準備で止まります。必要なものを探しているうちに面倒になります。始めるまでの手間を減らします。すぐ取り掛かれる形にします。環境は継続の土台です。土台があると安心できます。今までは気分任せでした。安定は仕組みから生まれます。続ける前に環境を整えます。3つ目のポイントは失敗の扱い方です。失敗するとやる気が一気に下がります。一度止まると全部ダメになった気がします。多くの人がそこで諦めます。失敗は前提として考えます。毎日完璧に続く人はいません。できない自分が弱いと思っていました。一回休むと流れが切れてしまいます。完璧主義が壁になります。続ける人は戻り方を知っています。ここを知らないまま努力すると遠回りになります。休んだ日は全部無駄だと感じます。自分は向いていないと決めつけていました。止まった後の一歩が重要です。翌日に小さく再開します。例えば昨日できなくても気にしません。気にしないのは難しそうです。後悔してしまい前に進めません。評価より行動を優先します。今日の5分を守ります。記録をつける方法もあります。記録が途切れると落ち込みます。空白を見るのが怖いです。空白も一部と考えます。続けた日を数えます。失敗はデータになります。うまくいかなかった理由を知れますか？感情で判断していました。原因を優しく見ます。改善の材料に変えます。止まっても終わりではありません。また始めてもいいのですね。途中からでも大丈夫でしょうか？継続は線ではなく波です。戻る力を育てることが一流の継続力です。本の中で特に印象的なのは静かな継続の実例です。派手な成功物語ではないのですね。劇的な変化がないと信じにくいです。ここで語られるのはごく普通の会社員の朝の習慣です。出勤前に5分だけ机に向かう話です。その人は毎朝6時に目覚ましを止めます。眠い目をこすりながらキッチンに向かいます。朝食の準備や身支度で時間はすぐ過ぎます。気づくとニュースや SNS を見ています。だからこそ5分だけと決めています。机の上には前夜に開いた本が置いてあります。座れば迷わず始められる状態です。それだけで本当に意味がありますか？5分では足りない気がします。ここを理解しないと量ばかり追いかけます。小さな行動が流れを生みます。5分でも毎日続けば30分になります。1ヶ月なら2時間半を超えます。数字で聞くと現実味が出ます。積み重なる感覚が少し見えてきます。著者は継続を歯磨きに例えます。歯磨きは特別な決意なしに行います。気分が乗らなくても自然に続きます。習慣になると負担はほとんど感じません。意思よりも仕組みが働きます。この考えを知らないと気分に左右されます。やる気がある日だけ動いていました。疲れた日は完全に止まっていました。できない自分に落ち込んでいました。波があるのは普通のことです。波を前提にして設計します。結果が出る前にやめる人が多いです。すぐ成果を求めてしまいます。変化が見えないと焦りが募ります。成長には必ず時間差があります。種をまいて水をやり続けます。芽が出るまで土の中は見えません。今日の5分は誰にも気づかれません。周りと比べて落ち込むこともあります。派手な努力に目が向いていました。比べる相手は昨日の自分です。静かな継続が1年後の姿を変えます。小さな差が未来の大きな差になります。これが本書で語られる強いメッセージです。この本の内容は仕事の現場でもすぐに役立ちます。例えば新しい業務を任された初日です。最初はやる気があります。早く成果を出したい気持ちが強くなります。
ここで完璧を目指すと手が止まります。まずは5分だけ資料を開きます。5分なら始められそうです。少し物足りない気もします。小さく始めることで心の抵抗が減ります。行動のハードルを下げることが大切です。例えば企画書の作成も同じです。いきなり完成型を考えません。見出しだけを書き出します。一行でも書けると安心します。小さな前進が次の行動を呼びます。この本の内容は勉強の場面でも役立ちます。試験前になると焦ります。1時間やろうと決めると重く感じます。机に向かうまでが辛くなります。ここを勘違いすると継続は続きません。5分だけ問題を解きます。1問だけでも構いません。できたという感覚が残ります。小さな達成感が次の5分を生みます。人間関係にも応用できます。会話が苦手だと感じる時です。うまく話そうとすると緊張します。完璧な言葉を探して沈黙します。まずは一言挨拶を続けます。それなら毎日できます。小さな積み重ねが安心を生みます。この本の内容は習慣づくりの場面でも役立ちます。ダイエットや運動にも応用できます。最初から激しい運動を選びません。靴を履いて外に出るだけでも前進です。今日は5分でいいと決めます。短い行動が流れを作ります。続ける前に環境を整えます。道具を前夜に準備します。時間を同じに固定します。失敗しても翌日に戻ります。止まっても終わりではありません。戻る力を意識して育てます。この本の内容は迷いが生じた場面でも役立ちます。選択に悩んだ時は小さく動きます。毎日の5分が未来を静かに変えていきます。ここまで一流の継続力の大切な考え方を一緒に見てきました。正直、続けられない自分を責め続けてきました。三日坊主を何度も繰り返してきました。多くの人が同じ場所で立ち止まっています。続ける力は才能ではありません。目標を小さく具体的にすることでした。5分という単位まで落とします。5分なら今日でも動けそうです。小さな成功が自信を生みます。自信が次の行動を呼び込みます。環境を先に整えることも重要でした。机を片付けます。時間を固定します。やる気に頼らない形を作ります。仕組み返しを優しく支えます。失敗を前提にすることも学びました。止まると全部終わった気がしていました。もう向いていないと決めつけていました。ここを勘違いすると努力が長続きしません。止まっても終わりではありません。翌日に戻れば継続は続きます。戻る力こそが本当の継続力です。大きな変化は小さな行動から始まります。今日の5分が1年後の姿を確実に変えます。完璧を目指す必要はありません。今日は5分でいいので、明日やることを一つ紙に書いてみてください。たった1行で構いません。その1行が流れを作ります。毎日の5分は未来を静かに形作っていきます。この本を読んだ方は、ぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。